皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は JLPT-N2 の読解を1問解説したいと思います。試験の前に読解の読み方をもう一度復習しておきましょう。今日使うサンプル問題は JLPT の公式ホームページからダウンロードできます。概要欄に書いておくのでダウンロードして一緒に解いてみてくださいね。では始めましょう。今日取り上げるのは問題11です。次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。まずはこの文章がどんな内容なのか見てみましょう。下の文章は企業のあり方についての本を出版した人がその本の内容を紹介したものである。企業のあり方についての文章ですね。次に問いを見ましょう。23、それは何を指しているか。24、筆者がここで重視している企業の優れたリーダーとはどのようなリーダーか。これを意識して読んでいきましょう。このような文章を読む前に大切なポイントが3つあります。1つ目は、それ、これ、そうなどの代名詞は何を指しているかを理解することです。それの内容はだいたいすぐ前かすぐ後ろの文にあります。それは何かを考えながら読みましょう。2つ目は、文と文をつなぐ接続詞から文章の前後関係を理解することです。だから、しかし、例えば、言い換えればなど接続詞を理解しておくと、次にどんな内容が来るかわかるので、文章がとても読みやすくなります。3つ目は、段落一つ一つがどんな内容かわかることです。よく読解の時間がないという人がいますが、すべての文を細かく理解する必要はありません。段落の内容がだいたい分かってれば OK です。では、この3つのポイントを意識しながら最初の段落を読んでいきましょう。最近、企業の不祥事、社会に迷惑をかけるような失敗が相次いでいますが、問題を起こす企業には共通点があると思います。それ、問題を起こす企業の共通点は、社員を大切にしていないということです。社員を大切にするとは、給料が高いとか、福利厚生を充実させるということではなく、仕事を通じて成長できるとか、仲間と協力して物事を成し遂げる達成感が感じられるといったことです。問題のある企業は、これら、成長や達成感といった社員を大切にすることをないがしろにし、利益だけしか見ていないのです。この段落の内容を皆さんだったら何と言いますか？例えば、問題を起こす企業の共通点、利益だけ見て社員を大切にしないことですね。次の段落を読みましょう。ただ、接続詞です。前の文とは違うんですね。ここ数年、社員を大切にしながらも、業績、仕事の成果や実績を上げる企業が増えています。社員を大切にするなどと甘いことを言っていたら、経営は成り立たないと言われる中で、なぜそれ、下線部1ですね、が可能なのか、その、なぜ可能かという条件を探ることが本書の執筆理由です。この段落の内容は一言で言うと、例えば、社員を大切にして業績を上げる企業が増えているですね。では、問い23です。下線部1、それは何を指しているか。それの前の文を見ましょう。ただ、ここ数年、社員を大切にしながらも、業績を上げている企業が増えています。その後になぜそれが可能なのか。
では、それは1から4のどれでしょうか？そう、4番ですね。問い23の答えは4番です。それは何かと聞かれたら、直前の文。もし、直前の文になかったら、直後の文を必ず読んでください。では、最後の段落を読みましょう。そこで、条件を探るところで、一つ明らかになったのは、通常とは異なるリーダーの姿です。多くの場合、非常に優れたリーダーがいて、社員はただ従っていれば業績が良くなるということが想定されますが、社員を大切にしながら業績を上げる企業のリーダーは、優れたリーダーに社員がただ従うことではなく、社員を主役にするのです。私はこれ、社員を主役にすることをスポンサーシップと名付けました。そこ、社員を主役にするスポンサーシップでは、社員がどんどん力をつけ育っていきます。この段落では2種類のリーダーについて話しています。1つ目は、社員がただ従うリーダー。2つ目は、社員を大切にするリーダー。筆者はどちらがいいと言っていますか？もちろん、2つ目の社員を大切にするリーダーですね。そのリーダーの特徴は、社員を主役、大切な役割にすること。社員がどんどん力をつけ、育つことです。では、問い24を見ましょう。筆者がここで重視している企業の優れたリーダーとは、どのようなリーダーか。企業の優れたリーダーは、この文章では、社員を大切にするリーダーのことですね。選択肢を見ましょう。1、強い指導力で社員を引っ張り、どんどん業績を上げることのできるリーダー。これは、社員がただ従うリーダーですから、筆者の考えでは×です。2、社員に高い給料を払い、福利厚生を充実させることを第一に考えるリーダー。社員を大切にするとは、一段落目で給料が高いとか、福利厚生を充実させることではないと言っていましたね。ですから、×です。社員の自主性を尊重し、社員が働きながら伸びていけるようにするリーダー。社員の自主性、自分から動く気持ちを大切にして、社員が働きながら伸びていく。つまり育つということです。これはどうですか？先ほどの段落で述べられていた社員を大切にするリーダーの特徴ですね。ですから3番が答えです。4、教育に十分時間をかけ、社員が成長してから働いてもらおうとするリーダー。ちなみに4番はこの文章のどこにも書いていないので×です。どうでしたか？読解問題の答えは必ず文章の中にあります。読解の場合、皆さんの意見ではなく、文章に書いてある筆者の意見が一番大切です。皆さんの考えや気持ちは関係ありません。正しく文章を読めば必ず正解することができます。実際の試験でも慌てず落ち着いて解くようにしましょう。メッシュクラスではオンラインで JLPT の勉強もできます。経験豊富な日本人の先生たちと一緒に学んで JLPT の合格を目指しませんか？私たちと一緒に日本語の勉強をしたいという方はぜひコメント欄をチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。